in hand, building a car filled with dreams. Gioro's camper van, the day of completion has come. When the engine starts, freedom spreads. Let's drive on roads not on the map. キャンピングカーに乗り続けること30数年、年齢とともに旅のスタイルも変わってきた。今の旅に合った理想のキャンピングカーが欲しい。そこで作ってしまえということでこのバスを手に入れた。はい、皆さんこんにちは。前回ね、マルチルームの扉の防水をどうしようかということでね、大阪のキャンピングカーショーを見に行ったり、いろいろな防水扉を研究して、このマルチルームの扉にもパッキンを取り付けました。そして水が漏れないだろうというところまで完成したんですが、まだですね、水を出す水道の設備とか下のポンプとかのね取り付けが終わっていないので、その辺を早速取り付けて水を使える状態までね持っていきたいと思います。この前作ったポンプの箱ね、これが底の部分、こっちが上、これ車の下にいけるんで色塗りたいと思います。シャーシーブラックね。出が悪いな。ちょっとだいぶ冷えてますね今日は。これはダメだわ。お湯につけて40度弱に温めてきました。全然違う。とりあえずシャーシーブラック塗りました。車のね、下に取り付けるのに、検査の時とかね、なんか木が抜き出しやったらかっこ悪いんで、シャーシーブラック塗って、ちょっと目立たないようにしました。そしたらね、ポンプ。まだね、ケースを作ったもののね、取り付けてなかったんですよね。ばらけないように線をひねっておきましょう。これどっちがどっちやったかな。白線が入っとう方がちょっと電源つないでみよう。12ボルトマイナス、これが強制ね。で、通常これ白線が通常硬いな。相当硬いな。大丈夫やね。こんだけがっちり握っといたら大丈夫でしょう。はい、これで大丈夫ですね。こっちがこっちが強制運転の方。よいしょ、外に出る部分なんでこれでも巻いときますか。さあ、そしてこれですね。この太さが合うので、ここ穴開けないとダメなんですね。これは何で切ったらええかな。ここを切らないとダメね。マルチチューブで切りますか。よし。あ、動かへん。電池が死んでる。はい、互換電池。これはウェイトレー。最近ちょっとこんなウェイトレーみたいなマシなやつが出てきましたね。これをね、
付けたいと思う。こっちが下やから、こうやね。ポンプのね、点検するときに、ポンプが下ろせられるように、ということでございます。この辺、下はみ出さんぐらいで、10何ミリぐらいのネジやな。ステンレスがあったらええねんけどな。若干ステンレスもありますね。あ、もうステンレスがない。しゃあない。鉄でいきますわ。はい。できました。これでね、ポンプを外せるようにします。これ、ドライバーが入れへん。長いやつ。はい、長いの取ってきました。これでね、車の下に取り付けたいと思います。はい、これがね、ダイネットの後ろ側の椅子ね。ここポンプ、浄水ポンプがあるとこね、水道の浄水タンクがあって、そして、これが排水タンク用の配線ね。これが後ろのグレータンクに行ってる配管ね。これにポンプの出力をつなげば、後ろのグレータンクの方に水が送れるようになってます。これをね、どっか下穴開けて、車の下に出して繋ぐんですけど、穴開ける場所ですね。どこに開けようかな。はい。さっきの配管を出すとこね、これを使おうかなと思ってます。ここね。ここがちょうどね、いい位置にありそうです。はい。開きました。そしたら、上からね、配管の入る大きさの穴を開け直しましょう。ここですね。これね、ちょうど、計算通りのとこですね。ちょっと穴広げましょうね。これが通る穴ね。そしたら、ケーブルから落としていきますか。これは、この配線、ケーブルいっぱい通っとうところの、この下を回した方が良さそうですね。これバンド外して下下ろしましょうか。こんな感じで入れれたらいいですよね。もうちょっといけるか。これぐらい。ここにね、物を置くのに邪魔にならんように。こんな感じでね、今、ここを渡して、ケーブルもね、こっちやるんですけど、これはね、チューブかスパイラルか巻いてからね、渡そうかなと思っております。そしたらタンクじゃない、ポンプをつけますか。そしたらね、こいつを外に掘り出しましょう。ちょっと先のこれがあったら通らないんで、切りますね。とんでもないとこ飛んでいった。あそこ手入らへんのに。どこ行ったか分からへん。これをね、圧をまとめる。ね。この Y 字で、こんな感じでまとめて、で、これが、ここについて、こうなる。これを、
先につけるか。こんな感じで大丈夫かな。この辺にまとめて、イン。とりあえず、この先。これは無理やもんな。これが別々に入れれたらよかったんですけど、片一方ね、ちょっと細すぎ。ちょっと短くするか、こっちを。はい、ちょっといけそうですね。よいしょ、そういうなら接着剤つけましょう。カメラに接着剤が落ちたら嫌やから避難していただいて。そして排水の方ね。これがポンプの出力へつながるやつです。この辺。濡らさな入らへんな。これ、なんか、ちょっと、滑らすもん。こっちも、一応、バンドしとく？一応持ってきたよ。これ、こんなんやからね、バンドしてもあんまり意味がないかもしれへんけど、一応、バンドでもしときますか。よいしょ。んで、この配線をどこまで届くんかな？こっちまで届くんか。結構、向こう、ギリギリまで届きますね。そしたら、インシュロックで縛っときましょう。これね、下に出てきた線加工します。パイプの縁の隙間、上側からもね、コーキングしときます。はい、そしたら通電してみます。こっち。強制運転の線と自動運転の線が逆になってましたわ。差し替えてこなあかんやん。なんでちゃんと見てやったのに逆やったのかな。まだマルチルーム、水道の蛇口ができてないんですよ。はい、ちょっと水を溜めました。そしたらね、ポンプのテストしたいと思います。水流してみたいと思います。まずここね。これ今、まだ仮付けね、ちゃんとついてないんです。よいしょ、こっちも流してみよう。あんまり地域よったら靴下が濡れる。まだポンプは動かへんね。もっと流さなあかんのかな。水もうちょっと流してみましょう。ポンプどれぐらいいったら動くんやろ。もういっぱいになっとうはずやのに。ポンプ動きませんね。どういうこと？強制運転してみます。右側に水が入ってないと反応せえへんのかな。もうないぞ。
そんな早い？ちょっと電気気筒か測ってみます。テスター DC ボルトマイナスアースと長時電源 14.59 15ボルトぐらい来てますね。強制運転側には来てない。そしたらセンサースイッチの方は入らんとおかしいのにな。なんで入れへんねやろ。ちょっとポンプ下ろしてみますか。ちょっとね、ポンプが自動で動かなかったんですよね。どういうことなんや。電圧14ボルト。んで、白がついとう方が強制運転。こっちが自動運転の方、つなぎました。動けへんや。フロートが浮いてる？フロート浮いた。動きません。ポンプばらしてみるか。スイッチがおかしいですね。ここは単なるフィルターのとこやもんな。これは開かへんのか？これ線が、コネクターが悪いってことないよな。これ怪しいな。動いたな。原因はこれですわ。これ圧着がちゃんと閉まってない。圧着ペンチ良くないな。ということで、ハンダ付けしましょう。これね、これ中の線の先が太いと、あの圧着ペンチ圧着しよらんな、これ。この端子自体ももう古いから酸化したんやろな、表面が。そんな気がします。そしてこれ、ハンダ付けしたいのにこっち面向いてくれよ。なんで裏ばっかり向くかな。なんで？ちゃんと表向いて。お願いやから。そして残りのこっちの2つもね、出しときましょう。これが強制運転の端子。そしてこれがアース。これ微妙やな、これ。線が単線やからあかんねんな。先がハンダしてあるから、その大きさで閉まらへんのか。アッペンが。これちゃんと、ここ閉まりきれてないもんな、やっぱり。これがスイッチ度。で、こっちが強制運転。はい。こっちがスイッチ。こっちが強制運転。で、これがアース。直ってよかったね。で、これで、こっち側がスイッチ。で、スイッチ。お、行きましたね。ちょっと水入れてみようか。勢いで出るね。
よし、OK。よいしょ。そしたら戻していきます。そしたらね、水流してみましょう。あ、できましたね。うん、行ってます、行ってます。こっちも。意外とあのタンク溜まるもんやね。あ、行った行った。行った行った。そしたら、全然シャワー浴びてもいけるっしょ。いけますね。OK。そしたら、シャワーの蛇口をつけていきたいと思います。まずはね、このアルミ複合板の縁ね、コーキングしときたいと思います。なんか弱いな。8回負けって聞いたけど、8回じゃ緩いのかな？もっと巻かなあかんみたいやな。何回巻けばええねや。このテープ薄いよな。倍ぐらい巻かなあかんのかな。緩い。緩い。何回巻けばええのこれ。ゆるい。これテープが薄くないなあ。なんか、昔というか、もっと分厚かったような気がすんねんけどな。これはバルブ開いとんかな両方。よくわからんけど。洗面台がついてるんですけど、これまだちょっとね、仮付け。これね、なんか両面テープで貼り付けるタイプやったんですけど、なんかどうも、こんなん見えるしね。とりあえず仮付けね、まだ全部両面テープも貼ってないんですけどね。
水がね、ここが漏れてないか見ましょう。この下ね、漏れてないかちょっと見ます。これね、シャワーと水道の切り替えね、これのついてるやつが欲しかってめっちゃ探したんですよ。これ上の方も漏れてないかな、大丈夫かな。でこれね、ここにつけるんですけど、ここのフックを今注文してます。なんでこういう感じにしたかというと、ここに水道の蛇口とシャワーとこう切り替えてついてるやつあるじゃないですか。これをね、どっか上の方に引っ掛けてて、で水道はこっちで、水道を出すつもりでシャワーが出た時に頭から被ったりとかした経験ないですか？こういう狭い空間なんでもろに被っちゃうんで、水道とシャワーを分けたくなかったんですよ。それでこういう感じになりました。これシャワー水栓もっとこっちにつけてもよかったですよね。あんまり遠いと操作しにくいかなと思ってこっちつけたんですけど、そんなことはなかった。ええけどね、大丈夫やね。漏れてはないね。この辺にこうして、この高さもね、もうちょっと高くしたいなと思ってるんですよ。マルチルームなんですけど、だいたいできてきました。またこれはね、ちょっと仮付けなんで付け直すんですけど、高さがね、パイプが足りなくて、この高さぐらいまで上げたいんですけどね、まだその部品がないので今こんな状態なんですけど、何かいい部品がないかね、ホームセンターに行って探してみたいと思います。はい。というわけでね、今回はこの辺にしたいと思います。また次回の動画をお楽しみに。車中泊、キャンプ、旅、登山などのアウトドアの動画はサブチャンネルにアップしています。こちらのチャンネルもぜひ見てくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。Something new's about to start beneath the sky.